琵琶湖はラブです僕がバスフィッシングで一番育った場所かな。15、6でバス釣り始めて、その当時から憧れだった場所が琵琶湖で、自分で車免許取って乗るようになってから来たのが琵琶湖。そこからアルミボートを買って、釣りをどんどん進化させたのも琵琶湖で、やっぱり育った場所。そこには何だろう、このでかさゆえに終わりがないんですよ。広いがゆえに荒れるし、流入河川が多くて水は常にすげえ変わったりとか、そういう中でね相手にしてると本当に終わりがないんですよ。だからそんな中で戦っていくと自分の釣りも進化して育つし、少しずつだけど琵琶湖がどんどん分かってきてるなっていう中で、まだ全然終われないっていうところが正直、魅力でかいもんっていうのは、でかいのが正直日本世界比べた中でまあナンバーワンクラスでいるフィールドだとは思います。でかいの釣るとね、食わせた瞬間とかファイトの瞬間とかランディングした瞬間とかってどこかで自分がこうなんかいっちゃってるんですよね。しびれてるっていうか、琵琶湖のデカバスっていうのはそこに魅力があるのかなっていう。ビッグへのセオリー、確かにバスフィッシングってパターンフィッシングって言われるように、シーズナルパターンとかポイントのパターン、ルアーパターンとかこうパターン化していく釣りが主なのね。その中にはやっぱり基本って言われるセオリーって言われるものはすごく存在する。だけどいつしかデカバスしか狙わなくなった時からだんだんちょっとずれてきた部分ってあるのね。それがすごく経験値とか今までの過去の経験とか釣ったバスからの答えですごくある。それを積み上げたその自分なりのパターン、それがやっぱり僕のデカバスセオリーだと思ってるし、モンスターへたどり着く一つの武器だと思ってるんで、口で聞いても基本じゃないから、僕のビッグセオリーは見た方が早い、分かりやすい、数えたらキリがないっていうか、だからその場その場で自分のこの頭脳の引き出しの中からボンボン出てくるんで、まあ相当あると思うよ。だからすごい臨機応変にスパッとアジャストできるし、いろんなこともできるし、そういったところは人よりやっぱりすごいデカバスに対してのそういう経験値は絶対的に持ってると思うんで、数は分かんない、でも相当あるし、まだまだ進化してる、どんどん。おっしゃ、でかい。チャンス到来ですよ。おっしゃい、勝ったぜ。はい、おはようございます。ハイオーシャンマリーナから、琵琶湖最北端出撃なんですけど、季節の変わり目で難しいシーズンなんだけど、まあ、ポストアフターを念頭に置いて、サーチしながらなんかアジャストしようかなと思ってます。狙いはビッグワンです。とりあえずジジル、これ今年出るんかな、大きめの方、70の80かなんかそんな感じ。スラプター来ますか、スラプター。
もう脳進化だ。もうこれ完全にアフター狙いね。ローアピールで自然体でいくような釣り。スラプターってすごいこう変化っていうか力の変化に対してすごいクイックに動くのね。だけどそれをちょっとこうあまり動かないように逆にしたいんで、フェザーつけると動きがこうすごい抑制されるんで、ジジルはね絶対投げる前にこの尻尾を一回濡らしてあげるの。そうすると綺麗に馴染むようになるから、それは絶対やった方がいい。これ今ゼロカレントなもんでさ釣れんよな。ドゥワーってここで出ない。何もついてこうへんの。北は特になんだけど一日ずっと流れとるってことはないんやよね。ある時間帯になるとゆるゆるゆるブワーって流れ出すの。その流れ出す時間をいかにいい場所でアジャストできるかっていう、だから一番釣りやすいタイミングかな。釣りやすいというか口を使わせやすいで、それがまあ一日の中で1回流れが発生する日があれば、まあ2回とか結構長い間流れる時間の日もあればってバラバラなんだけど、まあ場合によっては全くゼロの日もあるよ。食った吐いたタムスやでトンって一瞬で終わった。マジで違う多分。長浜です。2個張ったろう。ええ感じやろ。これだってこれ沖から寄せていく方向でいっときましょう。ほんと活性低いぞ。あんも出てこうへんやん。やばいんじゃない。もっとでかくしましょう。荒れてきてへんか、起きたら。うねりもっとでかくなってきたらやばいわ多分。ジョフワー出んな。早いでねこの水面。スローなんでしゃあない選択ですわこれ。キングマスターヘビーワイルド、これが一番いい。こういうファット系のワームになるべくバスのもう顔の近くでルアー結構見せんと食わんような感じ今は。水温低下かなこれ。
ノーバイで水汚ねえな、なんかもうついてこんな。何にもついてきてない。ここ多分季節進行北湖の中でも一番早いでさ、長浜の湾の中は 1.8 でいいか。今までアフター的な感じでやってきたけど、ちょっとポストにシフトするわ、狙いを。ジグヘッドリグでスローにスタッド5インチね、ギャンブラースタッド。多分ね、中層ふわーって吹いたってスポンって食ってこんような状況なんで、もうボドコンでリアクションで食わせるわ。おったらって過程でね。ポストっていうのはあくまでスポーニングの残存型やでさ、決して沖とかそういうことではなくて、まあミドルより浅いレンジかな。水深で言えばもう深いやつらでも 3.5 とかあって4っていう。北で言えばもう絶対的にハードボトム絡みがマンメイド。ただこれもさ、なんで言ったらいいかな、ウイドの成長とともに支配力が薄くなるからね、そういう孤立したものの。でもポストのやつ基本餌を食う習性じゃないもんで、こう中層をさポワーっと泳がせても反応はするけど食おうとはせえへんからさ、だからボトムの壁を利用した方が絶対にポストは食わせやすい。ポストのビッグセオリーでもあってプリのビッグセオリーでもある。とりあえず走るべ。まだにカレントゼロだわ。まさしくアフターな釣りやね。 BT フォースビッグウェイグウェイだよね。うわ日が出てきてまったやん。ノーチェイスや入ってへんなバス。ドポストやな。オッケーできました。めっちゃ水汚ねえなこれ。汚いっていうかデッドウォーターやな。
しゃ。あーちっちゃい。ちっちゃいな。めっちゃ引くな。おやーかーしんどい。いやーほんと厳しい。ミスバイトフォローじゃないけど、まああれだけ食わせてもうこの仮がかりみたいな感じ。強引にやらなくてよかったね。アフタースポーンバス狙い、ファットでボリューム感のあるバックスライド系のプロトのワームなんだけど、まあそれでボトコン、一回食っちゃうとね離さんけど、でも食いは浅いね。ボートやった直後でも釣れたね。アフターっていうのは基本的にやっぱり動かさないのが得策。ラインを張らずにルアーをバスの近くに置いて、ラインの存在を消してずっと置いておく。すると気がついたバスが食ってくれるっていう、この習性を一つ利用したボトムのリアクションで、昔からやってるボトコンっていうシェイクをしながらワームにアクションを与えながら、何かに当たったりウィードに当たったりストラクチャーに当たって抜ける時にシェイクしてるから、必然的にリアクション的な動きが出せる。これによってバスはスイッチが捕食のスイッチが入って、かつ壁があるでしょ、ボトムってあるんで食えるっていう認識のもとパコって食うっていう、まあ毎年やってるセオリー、で大体メインで使うのがこういったこれまだプロトなんですけど、バックスライド系の、コーヒージュワンとか、もうド定番のギャンブラースタッド5インチジグヘッドリーね。やっぱりちょっとボリューム感与えたかったところもあって、こっちのバックスライド系のワームでアフタースポーンバス取れたんですけど、僕の中で一つセオリーがあって、バックスライド系ワームって僕バックスライドで使わないんですよ。ボトコンワームとして使うんですよね。この存在感ボリューム感をボトムでボトコンさせるとすごいハイアピールになる、でバスが発見したバスがこう簡単にスイッチが入りやすいっていうところで、僕の中ではもうボトコンで使うっていうのがセオリー、やばいってこの活性感。これカンカンにカレント出る時間だもん。そうやってだからここに来たいもん。やばいやばい。うわー来たね雨。ここもカレントがないと終わりやでな。さあもう中だけすんなりいくわ。これはもう外なんていねえやろ。食った。うわ食ってかへん。あほら完全食ったけど加えとるだけだわ。寒いよねしまいには。カンパって言っとったもんね。ええ感じやな。何にもついてきとらへん。よし移動だ。
かんねえ。エリア外で西岸に来て、で西岸を、高島のところからずっと今北上してる段階だけど、こっちはこっちでまたカレントはゼロね。結局濁りは東岸に比べて少ないけど、その本来もともとこっちは綺麗なんで水が。でベイトフィッシュももう全然泳いでないというか回遊してないよね。生き物全てがダウンした状態。波ないんでこれちょっとジジルいけるかもしれない。No chase。雨雲接近中の合図やね。あった。おっしゃ、でかい。うわ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 、やばい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 って、やばいやばい。ああやば。めっちゃ引くんやけど、怒ってまった。怒んなて。雨雲の合図とともにやってきたね。おっしゃい、ジジューボーン、でかい。ほら丸飲み。すごいね。いい魚よこれ。まだこれボッテボテでさ、丸飲み。完全に食ってきたね。来たねジジェどう。いやもう一瞬のさチャンスを完全にものにしたねジジル。僕の場合これ今貼り付け鉛のウエイト貼ってます。でこの理由はジジルってもともとフローティングなのね。で水面直下を泳ぐとか、もしくは水面ギリギリを泳ぐっていうセッティングなんだけど、今のやっぱりこのポストからアフターに行くような琵琶湖ホッコで水面で餌まだ食ってないのね。それをじゃあってことで鉛張ってデッドスローシンキングぐらいで調整してあって、これが水面かまあ泳ぎで5センチとかのレベルかな。そこを一定層引くことでやっぱり水面じゃないし水面ギリギリでもないから食うっていう、6、7、8とかの琵琶湖においては絶対的なこのチューニングっていうかで、あとはただ巻きするだけスローにね。さっきは絶妙に風がうっすら入ったタイミングだからまっすぐ泳ぐけど、今これやると多分こうなっちゃうんで逆に良くない？バレちゃうっていうかルアーっていうのが。でもおる。もう一回ちょっと無理くり行ってみるわ。ふわふわしんといてくれ頼む。ダメか。めっちゃついてきとる。うわこれ食わんわ。一定距離だもん。早く戻れって。おしくった。あかんち。
うしゃあないよね。ちょっとやっぱさっきと違ってルアーがどうしてもこうなんの。さっきのやつだったらもう何も疑いもなくズボッだけど、今のもう本当に疑ってカンっていう威嚇の反転。ダメこれ。風といいもう気づいとるでね、もう完全に。うわっ、天才なんや。ペチャって2匹でビューってきてペチャって。ほらボート見に来た。最悪やん。食いません。天才です。こういうもんでもね、これ多分どぎつすぎねえなこんなん。最初の1投目だけやったね、口使ったのは。だけどその口の使い方ももう加えるか加えんかわからんような食い方できついわ。移動します。でかかったよ。クッてなった。でかかったよマジで今の。もう映っとったもん。いやー今あと一杯食わんね。ガチッと食ってきとるわけじゃないやんて。こっちが入れ込んどるもんで、それにつられてはって食っとるだけでさ。でもまあ一つ光は見えたっていうか、サスペンドだわ。昼からだわ。季節の変わり目ってことでポストとか、アフターでアーリーサマーっていうのに当てはめながら場所とかバスを探していきました。ポストっていうのは動くことが嫌い。何かのストラクチャーとか何か寄り添えるところでずっとじっとしているような、まあ、そんな感じのタイプ。春から来てポストって多分マックスに人工的プレッシャーとかルアープレッシャーかかってる状態なんで、それを強いものでアピールするともう一瞬で嫌がるのね。なんでじゃあ移動距離をものすごく少なくして、でしかも中層もしくは表層近くを限りなくゆっくりレンジを変えることなく引けるもの、これがねやっぱり、一番のキーになってくる。僕的に、まあ毎年あるセオリーなんだけど、こういうのね、ジジル、ただ俺のセオリーはちょっと違ってて、ジジルってフローティングなのね。だけどフローティングじゃポストは口を使わない。そこで今さっき言ったレンジを水面少し下もしくは中層に下げてやることで口を使うようになる。
だけどゆっくり同じレンジを引かないとダメっていう時にどうしたらいいかっていうと、フローティングをもうほんとデッドスローシンキングかサスペンドぐらいにこのウェイトチューニングして使う。これが、僕のセオリーね。まあ映像を見ていただければ分かるけど、今回これが一番活躍してくれたんですけど、シマノバンタム 274M っていう強いですパッドで、曲がりが素直、バス寄せます、ルアー遠くに飛ばせます、操作性抜群なんです。でリールが、またステラ、シマノの C3000XG ノブはやっぱりこれ夢屋の EVA ノブね。ラインは今回やっぱりね、ポストのねちょっとすごいハイプレッシャーなやつらだったんで、僕の中ではギリギリもう限界細いセッティングです。バリバスの、アブソルートトリプル A っていうね4ポンドなんですけど、まあずっと使ってるけど、このフローロカーブは本当強いです。ストラクチャーが絡むファイトだったんで、強めのドラッグセッティングでちゃんと持ちこたえてくれて、バスもしっかりこう自分の方に寄せてくれる強いラインだと思います。しかも扱いやすい。おはようございます。予報ではもうあれ予報なんで、パッパッパッと早めのチェックでボコッと取れたらなっていうそんな感じ。見切った、完全見切っとる。12344匹おる。1本60、あ、もう何匹おんのこれ。浮いて待っとったんやて、ルアーが。調整不足ってやつか。もう一回これでスタートするわ。昨日のもう少しレスポンスを良くするために貼りましょうか。デッドスローシンキング。風でラインが張った状態だとちょうどこれサスペンドになるんやね。テンションさえ保っとけばギリギリセッティングってやつやね。日差しが強い人がどんどん水温上がるんで、朝でこれでも全然バランス変わってくるもんね、水温上がると。だからまた調整し直しをしないと。でかいなあれ。全部見切るがでかいって今のやつびっくりしたわ来た。うわマジで出た。
遊ばれとるわ。あ、出た。なんやこれ、食わへんやんけ。ちょっとわからんぞ。なんやろ。船見に来た。やばいわ、完全見に来たわ。ほれ、うかつにポイントとか接近したりとか、ボートもそうだけど、ルアーについてきたバスが結果的に絶対見に来るもんね。本当にでかいやつらは、特に天才級はもう絶対確認しに来るよね。それされたらもうまあまあ釣れへんですよ。フォーミュラプロト。あかん、チェイスだけやな。今日もゼロカレント。ない。ワンオクのV とか、あとまあでっかい岬のシャローでやったんだけど、上下移動ができて寄り添えてっていう場所はもう完全に今のこのタイミングならポストスポーニング。つづら尾崎のシャローに何本かいいバスさせてきていたけど、あれはフィーディングで3匹でいたんだけど、3匹が同じ行動を示すっていうのはもうあれハンティングなんで、その日どのバスに照準合わせればいいかなっていうのは見えたらラッキーだと思う。ポストスポーンバスでも結局は群れでいるでしょ。サイズがでかいやつがボロンっていったりするの、やっぱそれが俺の中で今日は魅力なんで、取りに行くんならそっちを取りたいけど、こう日差しとかでなんか優しくこう活性を上げてくれへんと、こうバイトのトリガーは絶対にね開けへんもんで、ちょっと今はなんかって我慢の時みたいな感じ。来た、食え。うわ、2匹来た。突っ張り握られた。熱くなってきた。よっしゃ。お、バス。出たい。来た。離した。でかいやんか。食えて。うわ、惜しかったね。水温の上がりも当然香港よりも早いし、北でもう霜が伸び始めてっていうところでいくと、もうここは本当に北の中でも季節の進行が一番早い場所。ポストとかアフターって感じじゃなくて、も
ありさま、まあやっぱりその普通にシャッテルワーム泳がせて、まあ、バイトしてくるっていう、外とは状況がやっぱり違うでしょ。中が安定してていい環境だったらで、もし見つけたら結構長いことバスはいるから、でそれって自分のじゃあ今後の釣りの中ですごいいい情報になるでしょ。だからこういう作業っていうのは絶対にやった方がいい、本当にベイトフィッシュっぽいのでいけばいいんじゃないの。あ、いい感じや。おるやん。取水の中におるわ。なくなる。これ魚火の玉みたいな2匹動いとるやん。これ3匹になった。2匹。うわ、食った。まだ群れとる。うわー、いかん。触るだけやん。カウカウってこうトゥンってつまむだけっていうか。ちょっとフック変えますわ。もともとついてるジジルのフックは強いんですけど、結構物に当てたりとかいろいろボディにタッチしたりすると針先が鈍くなるんで交換した方がいいです。まあ僕がいつも使ってるこのノガレスのこうゼロフリクショントリプルフック、これがまあいわゆるすごい刺さりがいい話題のフック交換する時に一つ気をつけたいのがこの向きね。フックのでノガレスのフックってまあ大きいので言えばこうちゃんと一本下軸に下にした時にちゃんとこの愛が同じようにまっすぐに立つようになってるから、プラグに対してこうつける、こうすると馴染みがいいのね。この泳ぎ始めの時に後ろもそう、ここを気をつけてフック交換すると、まあもともとジジルもそうついてるから同じようにつけてください。はい。いねえな。やばい桟橋行ってまう。ほらめっちゃ引く。やばいって桟橋行ったらあかんって。もうええやろ、ここまで来たら。おいよー、おいコロンコロン、来ましたジェジェすげえ引くな。やばいって。もうギリギリセッティングでしょ。ドラグ 274M なんで来たね、ついに。もうチャンス到来ですわ。ビュービューです。
でかい。慎重に行くわ。針はちゃんとかかってるはずやわ。飛ぶでやかんわ。しゃ、一発やったな。取り返したぜ。もう終わっとるけどな。おっしゃ、おっしゃ、ほら昼からでしょ。朝と大違いやん。おっしゃ、太いね。ハイクオリティ。勝ったぜ。今回ね、正直きつかったよ。まあ本来はポストアフターで、ウェイ系のビッグベイトとかでドカンって出したかったんだけど、もうそこまでもう全然無理なモードで、まあしんどかったけど、そんな中一筋の光が見えたのがやっぱりジジルのスーパーデッドスローリトリーブチューニングジジル、これがもう今回本当俺の中のビッグセオリー。このコンディションの中で自分自身は上出来だと思うね。きちっと狙ってきちっと切り捨てたり組み上げたりっていうところでパンって頂点に出たセオリーがビッグフィッシュに到達したっていう、良かったかなと思います。はい、お疲れ様でした。